じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は何をやってくれるんですか？今日はですね、相撲の基本動作の所作とか一連の流れを皆さんに簡単にご説明いたします。じゃあ常光流さんが解説してくれて、松波さんがその所作をやってくれる。そういう感じで、はい、今日はやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いしまお願いします。ではまずは一連の流れをはい、見せてください。わかりました。よろしくお願いします。いらっしゃいます。それではまず土俵に入ったら礼をします。で次にここで上段の構えを行います。ここで四股を踏みます。で四股は、邪気を払う意味もあるので、ここで四股を踏みます。次に力水です。ここでは前の取り組みの勝った人や、次の取り組みの人がここでお水をで水で口をゆすいで清める感じですね。で塩をまきます。で塩もまいて土俵を清める意味があります。でチリチョーズです。チリチョーズも、意味があって、まず一つ目の動作。この動作は昔は相撲っていうものは外でやっていたので、外の朝露の水で手を洗い、ここで洗い手を叩く。この動作も、神社によく行ったらまず手を洗う、手を清める、きれいにしてからここで手をゆすいでる動作と一緒です。で柏手です。柏手も神社でお参りするときに二拍手をするのと一緒の動作があって、土俵の神様を呼び起こすという意味もあって、ここで呼び起こして、でもう一回手を開きましょうか。もう一回柏でお願いします。でこの後の動作が手を開いて、手の中に何も武器を持っていませんよという現れ、あと相手に敬意を払う意味もあります。ここでまた上段の構えです。
これは気迫の表れがあります。よいしょ。で立ち会うときは相手の顔、目を見てお互いの呼吸で立ち会います。いいかな、こんな感じかな。もう一度お願いします。塩を巻いてください。お互いの目を見て立ち会います。はっきり登った。よいしょ。勝負が終わった後はしっかり相手の目を見て礼をして最後は勝ち名乗りですね。手刀を切って土俵を後にします。これが一連の所作の流れです。塩を巻くのってどういう意味なんですか？塩を巻くのっていうのは一応土俵を清めるために、怪我をしないようにっていう祈りも込めて土俵を巻いて清める。もう祈りです。怪我をしないように、膝が悪かったら膝にこう巻いたりとかして怪我をしませんようにという意味で僕たちは塩を巻いてます。はい。そうですね、僕たちも辞めてからなんですけど、まずその上段の構えっていうのはその、三段構えって言いまして、とりあえずこれが上段なんですね。上段が気迫の表れで、中段になると攻めの形で攻めですね。で最後が守りの形っていうか防御の形っていうのがあるので、まず手を広げて気迫の表れ、とりあえず何も武器を持ってませんよという現れもあります。あとは勝った時にはい手をこう3方向にこはうやるじゃないですか、はい、これ僕ずっと気になってたんですけど。そうですね。結構皆さんには心、漢字の心っていう字を書いてるんじゃないかなっていうふうに言われるんですけど、とりあえず神様が3人いるんですね、土俵に。でその3つの神様にありがとうございましたというので、こういう感じで懸賞金をこう受け取るので心に見えるだけなんです。そうなんですね。心って書いてあるわけじゃない。心じゃないです、はい、さっき辞めた後に調べたらいろいろ分かってきたことがあるじゃないですか、なんかあります？いやでもそれぐらいですね。大体そのチリチョーズの意味も普通に僕たちもこう昔からの名残でただこうやるんだよっていうふうに意味もなくやってたんですけど、やめてからこう昔はこう外でやってたんで、その朝露で手をこう洗ってきれいにして手を叩く。で神様を呼び起こして最後手も中を広見せて何も持ってませんと、正々堂々やりますよっていう現れっていうのをやめてから知りました。はい、松並さんなんかあります？自分は知らないことばっかりだったので、はい、今勉強中です。今勉強中。今勉強中です。あとはなんか見る人のマナーみたいなルールみたいなのとかって？別にもうなんかそんなゴルフとかと違って静かにしてくださいっていう旗とかもあげませんし、それにもう、ね、僕たちは応援してくれたら応援してくれるだけもう頑張ろうと思えるし、声援が大きい方が燃えるんで、ガンガン応援してくれても大丈夫だと思います。そうなんですね、はい、あとはあれ座布団投げるの一応物は投げないようにっていうのは、ね、怪我する人もいますし、はい、なんかそういうなんていうのね、責任取れないでそれだけはマナーを守って
特にそんなに厳しいマナーでもないですし、ね、ちゃんとご自分の席ですって言ってくださいとか、あとはね、飲食もその所定の位置でとか、ね、おタバコも所定の位置でぐらいなんで、そんなにね、これといったもうそこまでルールはないと思います。はい、あとなんか見合った時にはい、やり直ししたりとかっていうあれあるじゃないですか、はい、あれって誰がタイミング決めるんですか？ですね、もともと立ち合いはお互いの相撲を取る2人の呼吸で立ち合います。で一応その制限時間はあるんですけど、その以内に立てばいつでも塩をまいてすぐにでも立てる、お互いの呼吸が合えばすぐにでも立ち会える状況っていうか、そういう感じなんで、だから別に制限時間前に立ち会ってもお互いの呼吸が合えばいつでも行けます。やっぱ自分のタイミングで立ちたいし、自分の有利な体勢で行きたいっていうのもあるんで、それももう入れると作戦もいろいろ考えられてますし、そのお互いの呼吸立ち会わなければいけないんで、そこはちゃんと、注意して怒られないように。あとね、その NHK さんの兼ね合いで放映時間がありますから、大人の事情もあるんで、それはしっかりと守ってやってます。松波さん、なんか気になったこととかあります？気になったことですか？はい。気になったこと。はい。ないですね。はい。思い浮かばないです。あれですもんね、上皇龍さんはその教員資格をはい、取ろうとしたからあれですか、いろいろ調べた感じなんですか？だったりとか、こういうその外国人の方にその相撲っていうものを教えたりとか、ね、教える人間が何も分からなかったら失礼なんで、ちゃんとそこは勉強して調べて、ちゃんと分かるように説明できるようにやってます。あと勝敗、あとはその基本は本当にこの土俵の中から足が出たりとか、こうですね、こうなったら負け、あとは転んだり手をついたりとか、これですね、この状態になって投げられたとかで負け、勝敗、これで分かると思うんですけど、ですね、基本足の裏以外なんで、このつま先がついてるんですね、これも負けです。先にこうなった場合、めったにこういうことないんですけど、土俵際とかで投げの打ち合いになると、つい足が返ってしまって言ったりします。でそれでも負けなんで、足の甲が返ったりとかすると先に足がついたんで負けとか、あと周りの人から見た釣り出しですよね。釣り出しやってみますか。はい、基本も相手は浮いてる状況なんで、はい、浮いてたら自分の足が先に出てもこれは負けにはなりません。相手を浮かしてたら大丈夫なんですか？浮かしてたら自分の足が先に出てもこれは負けにならないので、釣り出しという決まり手になるので、僕は勝ち。でこの場合で逆にこれで釣ってつま先が土俵の内に残っていてこうなってれば僕の負けです。そうなんです。両足が相手の両足がついてないってこと？はい、浮いてないんで、浮いてなくて先に僕が出ちゃったらもう片方が生きてる。このバランスなんですね。これで出ちゃう。はい。勇み足と言います。勇み足っていうんです。勇み足です。だから先出たっていうふうに言われがちなんですけど、もう相手はもう浮いてて、足がもう俵から土俵からもう浮いてるので、自分が出ても負けにはならないですね。もうね、子供のわんぱく相撲とか見に行くと、やっぱ経験者の子はそれは分かってるんで、もう釣り出しながら足を出したらもう勝ちって分かってるんですけど、その相撲やったことない子とか、そのやったことない保護者の人が釣って足が出たから負けだとか言われるんですけど、ルール上は相手が浮いてれば
自分が出ても負けにはならないんですよね。だからその辺を皆さんに分かっていただきたく。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は所さんの解説とはい勝敗の決め方とはい観客のマナー、はいはい、それを教えてもらいました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ本当に詳しく、簡単ではあったんですけど、本当に詳しくお話が聞きたかったら連絡ください。どこにここです。ここです。で詳しく知りたかったら相撲ちゃんともっと大相撲中継だったりとか、ね、小学校の試合とかアマチュアの相撲からでもいいですし、で何らあったらとんかつ屋の方に来てください。お待ちしてます。はい。